どうも、今回アメリカからこんなものが届いたので開封してみたいと思います。オープン。きたー、これです。これっていうかなんかパッケージがもう開いてる。これあれですね、これちょっとアメリカから直輸入したんですけど、多分税関通った時にもうすでにこれ開けられてチェックされてたんだと思います。はい、ちょっと開封動画としてはあれですが、こんなものです。これの他に説明書、あとこういったパーツですね説明書とか部品が Amazon の箱の中に直接入ってるっていう、ちょっと過去に例を見ない開封動画が始まったんですが、こんな感じです。パッケージにはこういったものが入っていたんですが、これがですねダーウィンズグリップっていうものになります。これが何か一言で言うと、草刈り機に取り付けるハンドルです。ちょっと傷ついてたりはしますが、海外通販でこういった細かいこといちいち気にしてたら始まらないので、それに草刈りやってると汚れるんで、個人的には全然気にしないんですけれども、こういったものが届きました。これがハンドルで、これがですね草刈り機のシャフトに取り付ける部分です。でいろんな細かいパーツもこうついてきましたね。これはちょっと後でおいおい取り付けるんですが、こういったパーツもついてきて、でもってこれスペアかな、これもですね、こういったところに取り付ける、なんか工具なしで取り付けられる、そういったタイプのものを選びました。あとはレンチとかなんですかね、これはなんかちょっと分かんないですけど、こういったものもついてきました。このダーウィンズグリップとかダーウィングリップって呼ばれてるものらしいんですけど、これにもいろいろグレードがあるらしいんですよね。で今回チョイスしたのはダーウィンズグリッププロっていうこの製品群のハイエンドモデル、これをチョイスしてみました。通常版は白色らしいんですが、これは黄緑色ですね。目立ちますね。接続部分がコーグレスになってるっていう、そういったタイプなようです。その他にもハンドルの角度を固定するパーツもついてます。あとはスペアのナイロンコード、この赤い液体、これはスレッドグルーって書いてあるんで、こういったボルトの緩み止め剤だと思います。はい、こういったものも付属してきました。こういった草刈り用のハンドルってめちゃくちゃ便利なんですよ。でもなんで知ってるかというと、これが自分が愛用しているトリマーグリップ、このチャンネルの動画でも以前紹介したものなんですけど、こういった D 型ハンドルに取り付けてハンドルをサポートしてくれるって、そういったアイテムで、何しろこれのおかげですごい草刈りが楽になったと。これとこれめちゃくちゃ似てるんですけど、調べたところこのダーウィンズグリップ、これがこういった草刈り機に取り付けるハンドルの元祖だと思うんですよ。こう見てみるとハンドルとかこういった接続部分も本当すごい似てて、このダーウィンズグリップに影響されて作られた、そういった製品だと思います。でこのトリマーグリップ、これには2種類あって、ここについてるものがこういったコーグレスでここのハンドルの角度を調節できるっていう、そういったものと、これ気に入ってもう1個買ったんですけど、このように工具を使ってここの角度を調節するっていう、その2タイプですね。それはこっちでも同じですね。っていうかこれを踏襲してこっちが作られたみたいな、そういうイメージだと思います。こっちが自分が購入した時、日本の Amazon で買ったんですけど、14,000円ぐらいしました。これ探してた時いろんなタイプのものを見たんですけど、日本ではこのダーウィンズグリップとかダーウィンズグリッププロが売られてなかったんですよね。でもなんでこれを手に入れたかというと、このトリマーグリップのこの部分、このコーグレスで調整する部分、ここがですね、今このマキタの MUR014G っていうこの草刈り機、自分今一番気に入ってて、それにこれつけてるんですけど、斜面の草を刈る時に一番よく使ってるんですよね。でその時にやっぱここのハンドル結構調整してあげたい時があるんですよ。ここで調整できるんだけど、ここの作りがちょっと甘いというか、結構強く締めてもちょっと動いちゃう時があったんですよね。でどうせならすごいいいやつ欲しいなと思って探してて、いろいろ見てたら行き着いたのがこれだったんですよ。で日本では売ってなかったのでアメリカの Amazon から購入したっていう、そういった流れですね。でこれ自体は69ドルでした。 Amazon USA で69ドル。ちなみにこのダーウィンズグリップの公式ホームページで見ても69ドルでした。なのでこれぼったくられたとかそういうことはなかったと思います。これに送料がもろもろかかってトータルで88ドルで購入しました。
で一番衝撃だったのがですね、これ69ドルなんですけど、カートに入れてこうレジまで進むじゃないですか。Amazon グローバルで購入すると円換算になるページ出てくるんですけど、なんとこの69ドルが日本円だと今1万300円ぐらいいっちゃってるんですよ。円安の影響ですね。恐ろしいですよね。この円安具合に一番びっくりしたんですけど、そこに送料とか入れて、88ドルで、88ドルが1万3000円ぐらいでした。いやちょっと参っちゃったんですけど、ただこのトリマーグリップ買った時も、これ日本の Amazon で買った時、これ配送はアメリカだったんですよ。なんかそのせいもあってか、自分がこれ購入した時これ1万4000円ぐらいしたんですよ。ちょっと高いなとは思ったんですが、その時はそれで購入したと。でですね、この前出したこっちですね、この工具ありのタイプ、これが今2900円とかで売られてるんですよ。おいちょっと待てと。でこの商品も今いろいろ追いかけてるんですけど、今だいたい3000ちょいぐらいで買えるのかな。なのでなんか多分一番自分高かった時に買っちゃったというか、ちょっとぼったくられた感は否めないんですが、使い勝手が良かったんで気に入っては使ってたんですけれど、これよりもこっちの本家の方が安く手に入ったっていう、そういった謎現象が起きてました。はい。このトリマーグリップをこのダーウィンズグリッププロ、これに取り替えてみたいと思います。ここはですね、4箇所ステンレスのボルトで留められてます。このトリマーグリップも決して作りがそこまで悪いわけじゃないんですよ。こういったボルトもですね、すごいステンレスのボルトでしっかりしたやつ、こういったものが付属してきまして、この部分もしっかりした金属のパーツでできてるんで、全然これでもいいんですけどね。たださっきも言ったちょっとこのハンドルの調節の部分、これがですね、このダーウィンズグリップの方だと、細かく、なおかつがっちり止められるようになってるんですよ。これ分かりますかね。しかも工具レスで、こういった部品もすごいしっかりしてるんで、この取り外したやつはこういった自分気に入って使ってるマキタのスプリットモーター用のこの取り外すアタッチメント、いろいろあるんですけど、こういったものに取り付けて使います。これあれですね、この辺りのボルトのところにもこのワッシャー入ってたりしますね。トリマーグリップの方には入ってなかったんだけど、やっぱ一手間違いますね。さすが元祖といったところでしょうか。この挟み込むところも丸型じゃなくてひし形でがっちり挟むみたいな、そういった作りになってますね。この緩み止め剤はこの角度がバッチリ決まった時にこう刺したいと思います。まずはこんなところですかね。でもってこうですかね。この角度も決めれるのいいですね。トリマーグリップではこれはできなかったんですよ。この調整もできるのは細かいセッティング出せるんで、これはありがたい。しかもここめっちゃしっかりしてる。それでいてこう工具レスで、こうだ、これすげえいい。ここめっちゃしっかりしてます。赤くて見やすいのもいいですね。多分これスペアですね。もしなんかここ舐めちゃったりしてもスペア1個ついてきてるんで、これも安心です。折りたたむ時めっちゃいいですね。草刈り機のU の字のもそうなんですけど、収納の時にめちゃくちゃ邪魔なんですよ。ここまで折りたためると、この倉庫の自分棚にいつもこういうの置いてるんですけど、そういった時もしまいやすいですね。これちょっと見にくいかもしれないんですけど、これ中にバネが組み込まれてます。なのでここをこう挟み込む時とか、なんて言うんだろうな、スカスカしないというか、しっかりガチッと噛んでくれるんで固定もしやすいようになってますね。いろいろ細かいところすごい考えられて作られてるなっていうイメージです。この部分も自転車のフロントフォーク止める部品みたいな、かなりしっかりした金属です。はい、っていう感じで今いい感じのセッティングが出せました。この緩み止め剤もこのボルトのところにさっき注入して締めてあげました。ちなみにこの黄緑色のハンドルを固定しているここの2箇所、ここ結構きつく締めてあげました。っていうのも普通にこれぐらいかなっていう風に締めたらまだちょっとこう動いちゃったんで、こうきつめに留めてあげたっていうところです。こういった草刈り用のグリップ知らない方のためにちょっと説明すると、この図が分かりやすいですね。こっちが従来のこの D 型ハンドル、これだけの場合はやっぱかがんじゃうよと。このダーウィンズグリップをつけることによって姿勢よく草を刈れるよっていう、そういったアイテムです。でこれが本当にそうで、こう持つじゃないですか。D グリップだとやっぱ本当にこうなってっちゃうんですよ。ただこれがあるとこういうふうに姿勢よくで、なおかつここもガシッと持てるんで、こうしっかりと振り回せるっていうところですね。で肩掛けまだやってないんですけど、この肩掛けをやった場合でも、いい具合のセッティング出ました。
完璧ですね。めちゃくちゃ振りやすいです。で今回この肩掛け、これもテスト的に試してみてるんですが、これ草刈り用のやつじゃないんですけど、今ちょっと取り付けてやってます。これがですね、こうやると伸びて、でさらにこう引っ張ると縮むっていう、この長さを自由に調節できるんですよ。前の動画でもこれ使ってたんですけど、これすごい良くてですね、今回これにも合うのかどうかちょっとテストしてみたいと思います。平地ではちょっと長めにしておいて、でこう自分のこの背筋ピーンとこう張れる姿勢で刈ってて、で斜面行くとどうしてもこういう体勢になっちゃうので、上に構える必要があるんですよ。でそういった時はこれを引いてこう短くなりますよね。そうするとこういう斜面でもこう刈りやすいっていう、そういうショルダーベルトです。これ草刈り用のやつではないんですけど、はい、こんな感じですね。今回購入したこのダーウィンズグリッププロ、これにはですね、さっき開封の時ちょっと見えたかもしれないんですけど、こんなものも付属してきました。これも一応取り付けてみますか。こんな感じで付属してきたベルクロ3本あったんですけど、それを装着した状態です。こうラウンドになってるところがあるんですけど、こっちの細い方を草刈り機側、太い方をこのダーウィンズグリッププロ側にこうしてあげると。ちなみにこの組み立て超絶分かりづらかったんですけど、ダーウィンズグリップ公式の YouTube あったんで、そこ見てやったらなんとかできました。はい、これをですね、こうですね、こうして、であと上も止めてあげることで、ここがですね、こう締めた時にさらにこう固定されるといいますか、安定するんですよね。でなおかつここにこの短めのこのベルクロもあるんですけど、ここにこういった予備のナイロンコード、これをこう取り付けて携行することもできるようになっているそうです。はい、これいいですね。ということで最終的にはこんな感じになりました。めっちゃ握りやすい、すごい姿勢よく草刈りできそうです。ここも全然ガタつきないですね。グリップが何より握りやすいです。前までここについてたトリマーグリップのこの握るところ取れちゃったんですよね。これは現場で使ってどうかっていうところですね。であとこれもちょっと使うか分かんないんですけど、こう予備のナイロンも携行できるんで、ちょっと現場で使いつつこの辺はちょっと考えたいと思います。それにしてもここの収まりがすごいいいですね。斜面に行った時はこうやって使ったりとか、で普段平地にいる時はちょっと長めにして楽な体勢で草刈りをしたりっていうのを、ちょっと現場行って実際にこれ使ってみたいと思います。
はい、いやこれすげえなこれ。やっぱこの MUR014G はですね、ハイトルクモードっていうやつがありまして、今そのモードになってるんですけど、凄まじいトルクです。結構生い茂っててもバシバシ刈っていける、すごい気持ちいい草刈り機です。じゃあこの向こうのエリアもこの勢いで刈っちゃいます。はい、岩場が滑るんですよ。ただまあこんなもんですかね。ざっと刈ってあげたんですが、まあ一瞬で終わりました。かなり綺麗になったんじゃないでしょうか。やっぱいいですね。気持ちいいですね。それにしても電動の草刈り機めちゃくちゃすごいパワーです。やっぱハイトルクモードはこういった生い茂ったこういう場所でも止まらないので、本当にストレスなく刈れます。いやーすごい。てな感じでここ大体終わりましたね。ちょっとこの針金がうざったすぎるんで、これ終わったらもう切っちゃいます。まだあとバッテリー4分の1残ってますね。こんな感じで仕上げやるか。にしても滑る。ちょっと雨の後なんで結構滑るんですよね。ただこういうナイロンコードって刃物のタイプ、ああいう円盤型ですね、ああいうタイプの草刈り機と比べるとだいぶ安全なので使いやすいですね。ここで、やっとバッテリーが終わったのかな。これまだある。
ようやくバッテリーが終わりました。今日はかなり持ったな。8アンペアのバッテリーで買ってあげたんですけど、ここ一体を刈ることができました。いや、それにしてもこのフレキシブレード、これめちゃくちゃいいですね。テラマックスも使ったんですけど、個人的にはやっぱりフレキシブレードが今のところ一番使いやすいというか、威力が高いし、供給スムーズなのが良かったですね。結構密集した密度の高い場所、そういった草を刈るときにですね、フレキシブレード本当にいいです。いやでもこれは本当に良かったです。ちょっとこれ使ってみて良かった点とここかなと思った点それぞれ挙げたいと思います。ちょっと休憩。これがまた格別なんですよね。だーということで、今回このダーウィンズグリッププロ、これを装着してこのナイロンコード草刈りで草刈ってみました。結論から言うとですね、これめっちゃいいです。まず何がいいかというと、このロックめっちゃしっかりしてます。がっちりロックできるんで全然動かないです。それでいてここのロック外してあげれば、今ちょっとここ止めちゃってるんですけど、こう自由に角度を変えてあげることができます。ただですね、これ良かったですね。これのおかげもあってか、すごいがっしりとここ固定してくれてたんだと思います。でここにこのなんていうんです、スペアのナイロンコードの取り付けるスペース、これもあるんで、正直今回使わなかったんですよ。これしかやってないんで。でもこれがあれば、いつも自分スペアをこのポケットに入れてるんだけど、たまに落っことしちゃうんですよね。だからここにやっとけば落っことす心配もないし、すぐにこう取り出して装着できるのもいいですね。この空調服気に入ってるんだけど、ここがですね、これちょっと安いやつでジッパーがないんですよ。このボタンもないし、だから結構折っちゃうんですよね。そういう時にここいいかもしれないです。次からはこのスペアのやつここに取り付けようと思います。このグリップもですね、トリマーグリップ、これのパチモンみたいなやつ、あっちはですね、ここのグリップがすぐ取れちゃったんですけど、こっちはかなりしっかりしてて、今のところ取れる気配はないですね。なんかグリップ自体もなんかちょっとかっこいいんですよ。DG って書いてありますね。ダーウィンズグリップの頭文字で、なんかドクロみたいなやつがあしらってあって、これがなんかすごいつかみやすいんですよ。この指と指の間にちょうど溝が来るというか、エルゴノミクスデザインみたいな感じになってるんですかね。あとはですね、この蛍光色もすごいかっこよくて、個人的にこれ色がすごい気に入ってます。でですね、このボルトとかもすごいしっかりしてて、ここも全然動かなかったです。そんなところですかね。でまず良かった点、この草刈り機に関してもちょっと言いたいと思います。前回の動画からここにつる草カッターをちょっと加工して改造してつけたんですよ。これめちゃくちゃ良かったです。今回つるやったんですけど全然絡まなかったですね。あとこのナイロンコード、このフレキシブレード、やっぱ自分これ好きですね。こうギザギザしてるんで、なんつうんですかね、このつる草もバシバシ買ってくから、なんか絡まる余地がないというか、やっぱつる草には今のところフレキシブレードですね。ただ視聴者さんで草刈り詳しい方、フレキシブレードよりもつる草に強いいいナイロンコードあるよっていう方はぜひコメント欄にコメントいただけると助かります。これも良かったですね。この長さが調節できるストラップ、これもまだテスト的に1週間ぐらいしか使ってないんですけど、引き続きちょっと使ってみて、どんなもんかテストしていきたいと思います。これを取り付けるにあたりちょっとこの辺改造する必要があったので、これもまた需要があれば動画にしたいと思います。使ってみてここかなと思った点、まずこの草刈り機から、やっぱりこのバッテリーの消耗が激しいですね。ナイロンコードはしょうがないですね。こう叩きつけて買っていくんで、金属のブレードだとスパスパいっちゃうところをこう抵抗をかけながら回転させていくってことで、やっぱりこのダーウィンズグリップに関して、1点だけ、トリマーグリップの方が勝ってるというか、使いやすいなって思った点が1個だけあったんで、そこだけちょっと説明したいと思います。ダーウィンズグリップはですね、こういい意味でもここかなと思った意味でもそうなんですけど、ここがすごいシンプルなんですよ。ここからこう一気にスッとこのハンドルが伸びてて、めちゃくちゃスタイリッシュでコンパクトなんですよね。でトリマーグリップの方はですね、こういう風になってるんですよ。ここが飛び出してるっていうデザインになってて、安っぽいといえば安っぽいんですけど、こう飛び出てるんでこう掴めるんですよ。で斜面刈るときに自分トリマーグリップのこう飛び出た部分をこう持ってこういう風に刈れてたと。それがですね、ちょっとダーウィンズグリップだとこの
掴むところがないよっていうところで、ここ掴んであげればいいんですけどね。ある意味これはこれでやりやすかったんですけど、ちょっとトリマーグリップの方のこの横に飛び出た棒、あれに慣れてしまっていたせいでですね、斜面でなおかつ自分の目線ぐらいのところを刈るとき、この時ちょっとトリマーグリップの横の棒欲しいなって思っちゃいました。この草刈りはですね、探求すればするほど旅が終わらないという。なのでこの辺に自分でなんか改造して軽いなんかカーボンかなんかのやつ取り付けようかなとすら思ったんですけども、この辺は慣れてくればこういう風にできるようになってくるのかもしれないですね。使ってみてここかなと思ったところはそんなところですね。それにしてもこれめちゃめちゃ良かったです。正直ちょっと日本の Amazon では購入できないっていうところがありまして、アメリカの Amazon USA ですねから直輸入する必要があると、そのうち日本にも入ってくるのかも分かんないんですけど、もしそういったものの代理店できる方おりましたらちょっとぜひ検討してみるのはいかがでしょうか。このダーウィンズグリップがですね、アメリカの造園業みたいなそういう職業の方たちにすごい人気なんですよね。これ日本でも売り出せば売れると思います。ことこの D ハンドルタイプに取り付けるとマジで使いやすくなります。これからもちょっとこれ愛用していきたいと思います。で使っていくうちになんか改造とか使いやすいカスタムとかあったらまた紹介したいと思います。はい、ということで今回はダーウィンズグリップ取り付けて草刈りしてみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。